簡単に済ます時もありますけど、絵的に理解してもらわないと困る時は書きますね。これは完全に家でよろしくお願いします。お願いします。今日は漫画の一番最初のページ、私個人的に結構大事なものだと思って最初のページをイメージして書いてみる。でテーマは、はい、冒険の始まりって感じ。ダメですか？いや、いいんじゃないですか。ストーリーそんなに深く考えないで読みたくなるようなものを書きたい。テーブルで若い少年が両親と話してるところ、わけわかんないからテーブル書く。ソード。あー、間違えました。一番最初に設定をするなんかお家の外から、これ小さいコマ、お家簡単ですけど、で次のシーンが少年、お母さんは必ず変わる、お父さんがメガネ。ファンタジーじゃなくて現在。ファンタジー。そうか。行かないでって、うちの子結構じゃない。出だしから悲しいストーリーで行きたい。最後に、はい、ドアが Go out しています。でしょうね。この段階で人入ってきたらだいぶびっくりしますもんね、展開的に。でお父さんがもう知らない。やべえ父親。これ内容的にでも別にファンタジーの要素ないですよね。ソードだけある。ファンタジーキャン。文章で分からせてほしいですね。でファンタジーだからもちろん普通の電気じゃなくてろうそく。そこのこだわりすごいですね。終わりました。冒険が始まる。お母さん行かないで少年行きたいって言ってるんですけど、何に行きたいかが全く分かんないですよ。編集者に見せたら、初めて持ち込む時はもうちょっとちゃんと書いてた方がいいと思いますけど、長くやり取りしてるんだったらまあこれぐらいでも全然。本当？冒険の始まりを書いてください。すごいスタンダードなやつでいいですかね。剣も出してたから剣もじゃあ書きますよ。なんかいっぱいこう剣が。最初のコマだけでもう謎が。まあちょっと薄暗くして、こっちにも山あっていいかな。すごい、もうこのコマから出っ張ってる。こういう段階でもどんなポーズになるか少し決めてます。そうですね。例えば自分で試しにこういう話書きたいなぐらいで書く場合は簡単に済ます時もありますけど、例えば前提として編集さんに見せないといけないってなると、ちょっと絵的に理解してもらわないと困る時はある程度書きますね。出版社に自分の漫画を持っていく、そういうところは大事ですね。そうですね。ある程度はちゃんと書いておかないと理解してもらえない可能性あるので、剣を握るところから始める。どういう空？まあ暗い、夜でも暗く、単純に月食でもいいんですけど、雷かなんか落ちてればいいかなっていうこんなもんかな。すごい。冒険の始まりだけどちょっと暗めの。素晴らしい。ということですね。これは完全に家で、これとも家出かもしれないです。すごい謎が多いですね。なんで剣を持っているか、完全にこれ漫画なのか、そういう謎ですけど。で一番最初のページはあんまり言葉が必要ないと思いますか？教えてもらったり、経験で学んだのが、その1ページ目はその次のページをめくらせるために作らないといけないので、面白くないというか、その興味を惹かれないページを書いた時点で読まれないっていう。あれ、なんか言いたいことありますか？まあ一応僕の方、まあ謎を多くして剣をいっぱい書くと、なんでこの剣を選んだのかっていう謎も出るんでいいかなと。その1本だけだとまあそれを選ばざるを得ないわけだから、まあ普通なんですけど、そんなにコマ数3つだけで逆にありすぎると。多いとやっぱ見づらくなるので、あんまり最近は特に好まれないかなって気がしますね。で次の段階はどういうことですか？もっと細かくストーリー的な、絵的に原稿用紙に、同じように割って聖書クリーンアップして書く。なんか差がすごい。だってこっち家庭の問題ですもん。それでも冒険です。では皆さん参考になってください。シンプルでもそんなに細かく書かなくても。ありがとうございました。ありがとうございました。